皆さんこんにちは。カービィ界の宣教師ことヨータです。今回から 3DS と Wii U の eShop のサービス終了で遊べなくなるカービィ解説をやっていきます。まずこのサービス終了の内容ですが、すでに 3DS と Wii U からのクレジットカードなどからの入金は終了していて、続いて発表されたのが、プリペイドカードからの入金も8月30日に終了。さらにダウンロードソフト、追加コンテンツ、利用券、ゲーム内アイテムの購入も、2023年3月下旬に終了することが明かされました。もちろんこれらが適用されるのは、星のカービィシリーズの作品も例外ではありません。数あるカービィ作品の中で、この動画で紹介するのは、初代星のカービィです。初代は、1992年に発売され、星のカービィの全てのルーツで、この作品がなかったら今のカービィはない。いやそもそもカービィがない。そう言っても過言ではない、というより事実と言える作品です。そしてこの作品のカービィにはコピー能力がなく、全て吸い込みと吐き出しだけで冒険していきます。ちなみにコピー能力が登場したのは、本編第2作の、ファミリーコンピューターで発売された星のカービィ夢の泉の物語だったりします。さて、そんな初代星のカービィを遊べるのは、ゲームボーイ実機、Wii U で遊べる星のカービィ20周年スペシャルコレクション、そして 3DS のバーチャルコンソールのみでございます。あとは任天堂パワーでも配信されていたようですが、こちらはすでにサービスも終了しているので、今回のお話の対象外とさせていただきます。実機を用意するのは結構ハードルが高いですが、20周年スペコレは結構中古でもあったりするのでおすすめです。まあ Wii か Wii U が必要ですが、ゲームボーイ実機よりも入手はしやすいんじゃないかなと思います。そして肝心の 3DS のバーチャルコンソールですが、任天堂 eShop で419円で遊べます。20周年スペコレは、フリマサイトにてだいたい2000円から3000円くらいで取引されています。この作品を今の時代に遊ぶ方には、私は20周年スペコレを推しています。その理由は、初代以外にも星のカービィ夢の泉の物語、2、スーパーデラックス、3、64、これらが遊べます。現行機、任天堂スイッチの、有料オンラインに加入すれば、夢の泉、スーパーデラックス、3が現在遊べ、そして後に64も配信されることも発表されていますが、オンラインを使わない人にとっては、この20周年スペコレを強くお勧めします。オンラインに加入している方は、初代星のカービィと、星のカービィ2を買うといいと思います。まあもしかしたらゲームボーイがオンラインの特典に追加される可能性もあるかもしれませんが、もし来なければ今後遊ぶハードルが上がってしまう可能性もあるので、今のうちにバーチャルコンソールかスペコレを買いましょう。スイッチオンラインのゲームでは、どこでもセーブ機能や、巻き戻し機能もありますし、カービィ以外の様々なゲームも遊べるというメリットがありますが、バーチャルコンソールのような買い切りではないので、だいぶ先にはなると思いますが、スイッチのサービスが終了した時には、実機で入手するしか手段がなくなってしまうと思います。ですのでお気に入りのソフトは買い切りの形で持っておくと安心です。それでは初代星のカービィについてのお話に移りましょう。ここからは紹介程度ではありますが、ある程度のネタバレがあるので、新鮮な気持ちでプレイしたい方はここで動画を閉じて、初代星のカービィを購入してください。それでは解説やっていきます。この作品は、全5面のステージとなっていて、最近のカービィ作品にもリメイクされる舞台でもあります。そしてストーリーのあらすじは、呆れ返るほど平和な国、ププランドにて、デデデ大王がその手下たちと国中の食べ物と飛行機キラキラ星を盗み、国の人を困らせます。そこへ登場したのが春風の旅人、星のカービィ。この若者がデデデ大王から食べ物と飛行を奪い返すと、デデデさんへ向かっていくのが物語の始まりです。まずは一面、グリーングリーンズ。カービィの始まりの場所と言えるこのステージ。曲名としての名前でもあります。このグリーングリーンズの BGM は、カービィのメインテーマとしても親しまれ、序盤などのステージ曲にはもちろん、ラスボス戦にもこのフレーズが使われたりします。そしてここのボスがウィスピーウッズ。こちらも今でも親しまれ、この大樹の亜種も、一本の動画にもできるほど登場しています。そして次はキャッスルロロロ。横スクロールで進んだグリーングリーンズよりも難易度が上がって、縦スクロールや迷路のようになった扉などで、初見だとすごく迷いやすいステージとなっています。また、トゥーフェイスなどの不気味なキャラも登場。
のどかな一面に比べ、冒険が始まったという意識が生まれてくる頃です。そしてこのステージのボスはロロロ&ラララ。実はこの作品より前に発売されたエッターランドという作品に登場する、ロロとララを元にしたキャラクターだそうです。左右から箱を運んでいくので、それを吸い込んで両方に向かって吐き出していきます。そして続くはフロートアイランズ。こちらは海のステージとなっています。トゲなどの仕掛けも登場し、徐々に敵の攻撃も強くなっていきます。洞窟を進んだり、水中に入ったり、巨大なクジラの間欠泉に着地して雲の上まで行ったりと、ステージの雰囲気がどんどん変化していきます。ステージを進み、雲の上まで上がると、そこにいるのは飛行放題カブーラ。ここでカービィの伝統芸能、突然のシューティングが始まります。焼き芋を頬張ってその空気弾でカブーラを落としていきます。カービィの数あるシューティングの中でも、トップクラスの難易度を誇るシューティングだと思います。カブーラは初代の中のボスとしては、初代以降の登場回数が少ない方でしたが、最近の作品では何かしらの形で出演しています。しかしながらシューティングの戦闘ということもあり、本編の正統派なボスとしての再登場は他のボスに比べ少ないです。そして続くは雲のステージ、バブリークラウズ。大ダメージのゴルドーが不規則に飛んだり、吸い込むことができないスカーフィーが多く登場します。また、終盤ステージには隠し部屋があるというカービィのジンクスもここから始まります。今作ではこのステージの最後の三日月に入ることができ、この隠し部屋にはワンナッツとマキシムトマトが置いてあります。マキシマムトマトではありませんよ。そしてこのステージのボスは、クラッコ。このボスも多くの作品であらゆる形で登場します。そして比較的マイナーかもしれない、クラッコジュニアもこの作品から登場します。いわゆるクラッコの第一形態ですね。夢の泉や2くらいの昔の作品だとよく登場していましたが、今ではクラッコそのものが登場することも多く、知名度はクラッコよりも低いかもしれませんね。そしてついにマウントデデデに到達。果たしてカービィはデデデ大王から食べ物と秘宝キラキラ星を取り返せるのか。この先は皆さんの目でご覧ください。また、今後の作品にもこのストーリーを元にしたゲームもあり、スーパーデラックス、ウルトラスーパーデラックスのゲームモードの一つ、春風と共にや、3DS のサービス終了の影響を受ける、ダウンロード専用ソフトとして、カービィの吸い込み大作戦があります。どちらのゲームもとても面白いので、初代を気に入った方はプレイしてみてはいかがでしょうか。さてさて、本日は 3DS の eShop 終了で遊べなくなるカービィの一つ、初代星のカービィを紹介しました。まだプレイしていない方はぜひプレイしてみてください。そして私の動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今夜も皆様が枕を高くして眠れますように。